先日ポツンと一軒家っていう番組で植木屋さんが出られたんですよ。うちの取引やってある仲間のなんですけど、聞いてみましょうか。そのポツンと一軒家出るわなって感じですよね。これが全部桜なんですね。よいしょ。はい、果物を切ったんですか？果物は、基本はうちは扱ってはないです。ただ入手しようと思えば全然、日当たりがいらない果物ってある。山の中でそうなんです見ますね。はいはい。すげえな。強いて言うなら一番パッと思いついたのは栗。栗。栗とかこういう環境ならもみじゅうとめちゃくちゃ紅葉が綺麗。もみじいいかもしれない。いいかもね。いいな。ここもみじいけます？大丈夫。もみじいいんじゃないですか。もみじがいいじゃん。もみじは半分日陰のところ、高い木の下とかがものすごく好きなんで。はい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 。ますか。チームね。こんなベタモンのもみじ綺麗だよ。これが本当の芝の冬。めっちゃ綺麗やな。ぐるっと色違うね。もう普通に履いてもらって、いいですよ。履いてもらって。ありがとうございます。可愛いでしょ。もうなんか枝っすね、最初から。そうですそうです。なんか一体化してますね。なんか葉っぱとこの羽はですね、これ葉っぱじゃないんですよ。これはこれ葉っぱじゃないですか？これ羽って言って、これおお、ひらひら虫や。虫やな。そう。虫やね。これが羽がついてるんで、風に乗って遠くまで飛ぶようにこうやって羽がついてる。背の高いやつからの方が良さそうですね。普通に植えるとしたら何本ずつなんですかね。どんな感じなんですかね。基本的にランダムがいいです。並べると畑みたいになっちゃうんで、もうランダムでこの辺この辺この辺つって植えていくのがいいと思います。それで切るんですね。いや、根っこを切ってほぐしてあげた方が、こうポットは土が固まっちゃってるんで、
時期によりますけどね。そうなるほど。もうこうやって植えないとあんまり根っこが張らないんで。結構ほぐす。そうしよう、結構ほぐします。3個3個3個ですよ。こんな感じで植えてったらいいと思いますよ。いや楽しみだな。硬いよ。すんげえ硬い。凍ってんだと思うよこれ。硬ってそんな混ぜれんの？半分半分ぐらいですね。半々ぐらいこんなもんか。これも凍ってるんですよ。ああマジで根っこ凍ってるわ。もっとちょっと手でほぐしてほぐほぐってしてドン。これいいな。鼻先ほろこんなんでいい？よくない。上の方に植えるの。ここに植えたら斜面からの土が崩れてこない。まあ根っこが張ればですけどね。これだと役には立たないです。ああ本当ですか。ぐらい。そうですね、そうですね。でかくなってからですね。ああまあじゃあ何年もかかるんだな。そうですね。あれを栄養分がある畑とかに植えると一気に言っていくんですけど、ただまあこういうとこだとじわじわとした1年経ってもあんまり変化ないよねぐらいな感じだと思います。このぐらいの太い枝とか出てくるじゃないですか。それを間に縦に刺すんです。でそこにもう枝が引っかかるようにしといて、でこの土が見えなくなるような感じですると、まあいずれ土が肥えてくるんじゃないかなっていう。